シュアに言われた。私のしもべモーセは死んだ。せゆえ、今あなたとこのすべての民は共に立ってこのヨルダンを渡り、私がイスラエルの人々に与える地に行きなさい。あなた方が足の裏で踏むところは、私がモーセに約束したように、あなた方に与えるであろう。あなた方の領域は、アラノからレバノンに及び、また大川ユフライテからヘテ人の全地に渡り、火のいる方の大会に達するであろう。あなたが生きながらえる日の間、あなたに与えることのできるものは一人もないであろう。私はモーセと共にいたように、あなたと共におるであろう。私はあなたを見放すことも見捨てることもしない。強くまた大しくあれ。あなたはこのために私が彼らに与えると、その戦争たちに誓った地を得させられなければならない。ただ強くまた大しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じた立法をことごとく守って行い、これを離れて右にも左にも曲がってはならない。それはすべてあなたが行くところで勝利を得るためである。この立法の書をあなたの口から話すことなく、昼も夜もこれを思い、そのうちに記されていることをことごとく守って行わなければならない。そうするならば、あなたの道は栄え、あなたは勝利を得るであろう。私はあなたに命じてはいないか。強くまた大しくあれ。あなたがどこへ行くにも、あなたの神、主が共におられるゆえ、恐れてはならない。おののいてはならない。そこでヨシュアは民の司たちに命じていった。宿営の中をめぐって民に命じて言いなさい。糧食の備えをしなさい。3日のうちにあなた方はこのヨルダンを渡って、あなた方の神、主があなた方に与えてさせようとされる地を得るために進み行かなければならない。ヨシュアはまた、ルベン人、ガロ人、およびマナセの半部族、主のしもべ、モーセがあなた方に命じて、あなた方の神、主はあなた方のために安息の場所を備え、この地をあなた方に賜るであろうといった言葉を記憶しなさい。あなた方の祭司と家畜とは、モーセがあなた方に与えたヨルダンのこちらの側の地にとどまらなければならない。しかし、あなた方のうちの勇士は皆、武装して兄弟たちの先に立って渡り、これを助けなければならない。そして、主があなた方に賜ったように、あなた方の兄弟たちにも安息を賜り、彼らもあなた方の神、主は賜る地を得るようになるならば、あなた方は主のしもべ、モーセから与えられたヨルダンのこちら側、日の出の方にある、あなた方の所有の地に帰って、それを保つことができるであろう。彼らはヨシュアに答えた。あなたが我々に命じられたことを皆行います。あなたが使わされるところはどこへも行きます。我々はすべてこのことをモーセに聞き従ったように、あなたに聞き従います。ただどうぞあなたの神、主はモーセと共におられたように、あなたと共におられますように。誰であってもあなたの命令に背き、あなたの命じられる言葉に聞き従わないものがあれば、生かしてはおきません。ただ強くまた大しくあってください。ヌンの子ヨシュアは、シゲムから密かに二人の石膏を使わして彼らに言った。行って、この地、特にエリコを探りなさい。彼らは言って、なお、ラハブという遊女の家に入り、そこに留まったが、エリコの王にイスラエルの人々のうちの数名の者が、今夜、この地を探るために入ってきましたというものがあったので、エリコの王は人をやってラハブに言った。あなたのところに来て、あなたの家に入った人々のここへ出しなさい。彼らはこの国のすべてを探るために来たのです。しかし、女はすでにこの二人の人を入れて彼らを隠していた。そして彼女は言った。確かにその人々は私のところに来ました。しかし私はその人々がどこから来たのか知りませんでした。黄昏時、門の閉じる頃に、その人々は行きました。ところ、どこへ行ったのか私は知りません。急いで後を追いなさい。追いつけるでしょう。その実、彼女はすでに彼らを連れて屋根に登り、屋上の並べであった天の草の中に彼らを隠していたのである。そこで人々が、
人々は彼らの後を追って、ヨルダンの道を進み、私へ向かった。後を追う者が出て行くと、すぐ門は閉ざされた。二人の人がまだ寝ないうち、ラーブは屋上に登って彼らのところに来た。そして彼らに言った。主はこの地をあなた方に賜ったこと、私があなた方を非常に恐れていること、そしてこの地の民が皆あなた方の前に震えおののいていることを私は知っています。あなた方がエジプトから出てこられたとき、主があなた方の前で航海の水をほと咲いたこと、およびあなた方がヨルダンの向こう側にいたアモリ人の二人の王、シオンとオグに咲いたこと、すなわち二人を全滅されたことを私は聞いたからです。私たちはそれを聞くと心は消え、あなた方のゆえに人々は全く勇気を失ってしまいました。あなた方の神、主は上の天にも地の下にも、神でいらされるからです。それでどうか私があなた方を親切に扱ったように、あなた方も私の父の家を親切に、扱われることを今、主を指して誓い、確かなる印をください。そして私の父母、兄弟、姉妹およびすべて彼らに属する者を生きながられさせ、私たちの命を救って死を免れさせてください。二人の人は彼女に言った。もしあなた方が我々のことを、他に漏らさないならば、我々は命にかけてあなた方を救います。また、主が我々にこの地を賜るとき、あなた方を親切に扱い、真実を尽くしましょう。そこでラハブは綱を持って彼らを窓から吊り下ろした。その家が町の城壁の上に立っていて、彼女はその城壁の上に住んでいたからである。ラハブは彼らに言った。追っ手に会わないように、あなた方は山へ行って、3日の間そこに身を隠し、追っ手を帰って行くのを待って、それから去って行きなさい。二人の人は彼女に言った。あなたが我々に誓われたこの誓いについて、我々は罪を犯しません。我々がこの地に打ち入るもの時、私は吊り下ろした窓にこの赤い糸の紐を結びつけ、またあなたの父母、兄弟およびあなたの父の家族を皆あなたの家に集めなさい。一人で家の戸口から外へ出て、血を流させることがあれば、その責めは人自身の神戸に帰するでしょう。我々に罪はありません。しかし、あなたの家の中にいる人に手をかけて血を流すことがあれば、その責めは我々の神戸に帰するでしょう。また、あなたが我々のことを他に漏らすならば、あなたが我々に誓われた誓いについては我々に罪はありません。ラーブは言った。あなた方の仰せの通りにいたしましょう。そこで彼らを送り出したので、彼らは去った。そして彼女は赤い紐を窓に結んだ。彼らは立ち去って山に入り、追っ手が帰るのを待って3日の間そこに留まった。追っ手は彼らをあまねく道に探したが、ついに見つけることができなかった。こうして二人の人はまた山を下り、川を渡って、ヌンの子ヨシュアのもとに来て、その身に起こったことをつぶさに述べた。そしてヨシュアに言った。本当に主はこの国をことごとく我々の手にお与えになりました。この国の住民は皆我々の前に震えおののいています。Now, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, thou and all this people, unto the land which I do give, I do give to them, even to the children of Israel. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that I have given unto you, as I said unto Moses. From the wilderness in this Lebanon, even unto the great river Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea towards the going down of the sun, shall be your coast.
There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee nor forsake thee. Be strong and of a good courage. For unto this people shalt thou divide for an inheritance the land, which I swear unto their fathers to give them. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper wheresoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Have I not commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee wheresoever thou goest. Then Joshua commanded the officers of the people, saying, Pass through the host, and command the people, saying, Prepare you victuals, for within 3 days ye shall pass over this Jordan to go in to possess the land, which the Lord your God giveth you to possess it. And the Reubenites and to the Gadites and to half the tribe Manasseh spake Joshua, saying, Remember the word which Moses the servant of the Lord commanded you, saying, The Lord your God hath given you rest, and hath given you this land. Your wives, your little ones, and your cattle shall remain in the land which Moses gave you on this side of the Jordan. But ye shall pass before your brethren, armed, all the mighty men of Valor, and help them, until the Lord have given your brethren rest, as he hath given you. And they also have possessed the land, which the Lord your God giveth them. Then ye shall return unto the land of your possession, and enjoy it, which Moses the Lord's servant gave you on this side of Jordan, towards the sun rising. And they answered Joshua, saying, And thou commandest us, we will do, and whithersoever thou sendest us, we will go. According as we hearken unto Moses in all things, so will we hearken unto thee. Only the Lord thy God be with thee, as he was with Moses. Whosoever he be that doth rebel against thy commandment, and will not hearken unto thy words in all that thou commandest him, he shall be put to death. Only be strong and of good courage. Joshua the son of Nun sent out Shittim 2 men to spy secretly, saying, Go view the land, even Jericho. And they went and came into the harlot's house named Rahab, and lodged there. And it was told the king of Jericho, saying, Behold, there came men hither to the night of the children of Israel to search out the country. And the king of Jericho sent Rahab, saying, Bring forth the men that are come to thee, which are entered into thine house, for they be come to search out all the country. And the woman took 2 men and hid them, and said thus, There came 2 men upon me, but I wist not whence they were. And it came to pass about the time of shutting of the gate, when it was dark, that the men went out. Whither the men went, I wot not. Pursue after them quickly, for ye shall overtake them. But she had brought them up to the roof of the house, and hid them with the stalks of flax, which she laid in order upon the roof. And the men pursued after them the way to Jordan unto the fords. As soon as they which they pursued after them were gone out, they shut the gate. And before they were laid down, she came up unto them upon the roof. And she said unto them, I know that the Lord hath given you the land, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when he came out of Egypt, and what ye did unto the 2 kings of the Amorites that were on the other side of the Jordan, Sihon and Og, whom ye utterly destroyed. And as soon as we heard these things, our heart did melt, neither did there remain any more courage in any man because of you. For the Lord your God, he is God in heaven above and in earth beneath. Now therefore I pray you, swear unto me by the Lord, since I have showed you kindness, that ye will also show kindness unto my father's house, and give me a true token, that ye will save alive my father and my mother, and my brethren and my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death. And men answered her, Our life is yours, if ye utter not this our business. And it shall be, when the Lord hath given us the land, that we will deal kindly and truly with thee. Then she let them down by the cord through the window, for her house was upon the town wall, and she dwelt upon the wall. And she said unto them,
Get you to the mountain, lest the pursuers meet you, and hide yourselves there 3 days, until the pursuers be returned, and afterwards ye may go your way. And the men said unto her, We will be blameless of this time oath, which thou hast made us swear. Behold, when we came into the land, thou shalt build this line of scarlet thread in the window, which thou didst let down by, and thou shalt bring thy father, and thy mother, and thy brethren, and all thy father's household home unto thee. And it shall be that whosoever shall go out of the doors of thy house of the street, his blood shall be upon his head, and we will be guiltless. Whosoever shall be with thee in the house, his blood shall be on our head, if any hand be on him. And if thou utter this our business, then we will quit thine oath, which thou hast made us to swear. And she said, According to your words, so be it. And she sent them away, and they departed. And she bound the scarlet line in the window. And they went, and they came unto a mountain, and abode there 3 days, until the pursuers were returned. And the pursuers sought them throughout all the way, but found them not. So the 2 men returned and descended from the mountain, and passed over, and came to Joshua the son of Nun, and told him all things that befell them. And they said unto Joshua, Truly the Lord hath delivered into your hands all the land. For even the inhabitants of the country do faint because of us. ヨシュアは朝早く起き、イスラエルの人々すべて共にシゲムを出立し、ヨルダンに行き、背を渡らずにそこに宿った。3日の後、司たちは宿営の中を行き巡り、民に命じていった。レビートである祭司たちがあなた方の神、主の契約の箱を書き上げるのを見るならば、あなた方はそのところを出立して、その後に従わなければならない。そうすれば、あなた方は行くべき道を知ることができるであろう。あなた方は前にこの道を通ったことがないからである。しかし、あなた方と箱の間には、およそ2000キュービットの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。ヨシュアはまた民に言った。あなた方は身を清めなさい。明日、主があなた方のうちに不思議を行われるからである。ヨシュアは祭司たちに言った。契約の箱を書き、民に先立って渡りなさい。そこで彼らは契約の箱を書き、民に先立って進んだ。主はヨシュアに言われた。今日から私はすべてのイスラエルの前にあなた方を尊いものとするであろう。こうして私がモーセと共にいたように、あなたと共におることを彼らに知らせようであろう。あなたは契約の箱を書く祭司たちに命じて言わなければならない。あなた方はヨルダンの水際へ行くと、すぐヨルダンの中に立ちとどまらなければならない。ヨシュアはイスラエルの人々に言った。あなた方はここに近づいて、あなた方の神、主の言葉を聞きなさい。そしてヨシュアは言った。生ける神があなた方のうちにおいでになり、あなた方の前からカナン人、ヘテ人、ヒビ人、ペリシ人、ギルガシ人、アモリ人、エズス人を必ず追い払われることを次のことによってあなた方は知るであろう。ご覧なさい。全地の主の契約の箱はあなた方に先立ってヨルダンを渡ろうとしている。せゆえ今、イスラエルの部族のうちから、部族ごとに一つずつ合わせて12人を選びなさい。全地の主なる神の箱を書く祭司たちの足の裏がヨルダンの水の中に踏みとどまるとき、ヨルダンの水は流れをせき止められ、上から流れ下る水はとどまって、渦高くなるであろう。こうして民はヨルダンを渡ろうとして天幕を入れ、立ち、祭司は契約の箱を書き、民に先立っていったが、箱を書く者がヨルダンに来て、箱を書く祭司たちの足が水際に浸ると同時にヨルダンは借り入れの間中、岸一面に溢れるのであるが、上から流れ下る水はとどまって、はるか遠く、ザレタンの傍らにある町、アラムのあたりで渦高く立ち、アラバの海、すなわち潮の海の方に流れ下る水は全く清められたので、民はエリコに向かって渡った。すべてイスラエルが乾いた地を渡っていく間、主の契約の箱を書く祭司たちはヨルダンの中の乾いた地に立っていた。そしてついに民は皆ヨルダンを渡り終わった。民が皆ヨルダンを渡り終わったとき、主はヨシュアに言われた。
民のうちから部族ごとに一人ずつ、合わせて12人を選び、彼らに命じて言いなさい。遊覧の中で祭司たちが足を踏み、とどめたところから石12を取り、それを携えて渡り、今夜あなた方が宿る場所に据えなさい。そこでヨシュアはイスラエルの人々のうちから部族ごとに一つずつ、兼ねて定めておいた12人のものを召し寄せ、ヨシュアは彼らに言った。あなた方の神、主の契約の箱の前に立っていき、ヨルダンの中に住み入り、イスラエルの人々の部族の数に従って、おのおの石一つを取り上げ、肩に乗せて運びなさい。これはあなた方のうちに収支となるであろう。後の日になって、あなた方の子供たちが、これらの石はどうしたわけですかと問うならば、その時、あなた方は彼らに昔ヨルダンの水が主の契約の箱の前でせき止められたことを、すなわちその箱がヨルダンを渡った時、ヨルダンの水がせき止められたことを告げなければならない。こうしてそれらの石は永久にイスラエルの人々の記念となるであろう。イスラエルの人々はヨシュアが命じたようにし、主はヨシュアに言われたように、イスラエルの人々の部族の数に従ってヨルダンの中から12の石を取り、それを携えて渡り、彼らの宿る場所へ行って、そこに据えた。ヨシュアはまたヨルダンの中で契約の箱を各祭司たちが足を踏みとどまったところに12の石を立てたが、今日までそこに残っている。箱を各祭司たちは、主がヨシュアに命じて民に告げられたことがすべて行われてしまうまで、ヨルダンの中に立っていた。すべてモーセがヨシュアに命じた通りである。民は急いで渡った。民が皆渡り終わったとき、主の箱と祭司たちとは、民の見る前で渡った。ルベンの子孫とガドの子孫およびマナセの部族の半ばは、モーセが彼らに命じたように、武装してイスラエルの人々に先立って渡り、戦いのために武装したおおよそ4万の者が戦うため、主の前に渡ってエリコの平野に着いた。この日、主はイスラエルのすべての人の前に、ヨシュアを尊いものとされたので、彼らは皆モーセを敬ったように、ヨシュアを一生の間を敬った。主はヨシュアに言われた。証の箱を各祭司たちに命じてヨルダンから上がって来させなさい。ヨシュアは祭司たちに命じていった。ヨルダンから上がってきなさい。主の契約の箱を各祭司たちはヨルダンの中から上がってきたが、祭司たちの足の裏が乾いた地に上がると同時にヨルダンの水は元のところに流れ帰って、以前のようにその岸のことごとく溢れた。民は正月の10日にヨルダンから上がってきて、エリコの東の境にあるギルガルに宿営した。そしてヨシュアは人々がヨルダンから取ってきた12の石をギルガルに立って、イスラエルの人々に言った。後の日にあなた方の子供たちがその父にこれらの石はどうしたわけですかと尋ねたならば、昔イスラエルはこのヨルダンを乾いた地にされて渡ったのだと言って、子供たちに知らせなければならない。すなわち、あなた方の神、主はヨルダンの水をあなた方のために、星からしてあなた方を渡らせてくださった。それはあなた方もあなた方の神、主は我々のために航海を干したから我々を渡らせてくださったのと同じである。このようにされたのは、地のすべての民に、主の手に力のあることを知らせ、あなた方の神、主を常に恐れさせるためである。And Joshua rose early in the morning, and they removed from Sittim, and came from Jordan, and he and all the generation of Israel, and lodged there before they passed over. And it came to pass after 3 days that the officers went through the host, and they commanded the people, saying, When ye see the ark of the covenant of the Lord your God, and the priests, the Levites, bearing it, then ye shall remove from your place, and go after it. Yet there shall be a space between you and it, about 2,000 cubits by measure. Come not near unto it, and ye may know that by the way which ye must go, for ye have not passed this way heretofore. And Joshua said unto people, Sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. And Joshua spake unto priests, saying, Take up the ark of the covenant, and pass over before the people. And they took up the ark of the covenant, and went before the people. And the Lord said unto Joshua, This day I will begin to magnify thee in the sight of all Israel, that they may know that as I was with Moses, so it will be with thee.
And thou shalt command the priests that bear the ark of the covenant, saying, when ye are come to the brink of the water of Jordan, ye stand still in the Jordan. And Joshua said unto the children of Israel, come hither, and hear the words of the Lord your God. And Joshua said, hereby ye shall know that the living God is among you, and he will without fail drive out from before you the Canaanites, the Hittites, the Hivites, the Perizzites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Jebusites. Behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth passeth over you into the Jordan. Now therefore take you 12 men out of the tribes of Israel, out of every tribe a man. And it shall come to pass, as soon as the soles of the feet of the priests that bear the ark of the Lord of all the earth, shall rest in the waters of Jordan, that the waters of Jordan shall be cut off from the waters that come down from above, and they shall stand upon a heap. And it came to pass, when the people were moved from their tents to pass over Jordan, and the priests bearing the ark of the covenant before the people, and as they bear the ark were come unto Jordan, and the feet of the priests that bear the ark were dipped in the brim of the water, for Jordan overfloweth all his banks all the time of harvest, the waters which come down from above, and rose up from the heap very far from the city Adam, that is beside Zaratan, and those that came down towards the sea of the plain, even the salt sea failed, and were cut off, and the people passed over right against Jericho. And the priests bare the ark of the covenant of the Lord, stood firm on dry ground in the midst of the Jordan, and all the Israelites passed over on dry ground, until all the people were passed clean over the Jordan. And it came to pass, when all the people were clean passed over Jordan, that the Lord spake unto Joshua, saying, take you 12 men out of the people, out of every tribe a man, and command them, saying, take you hence out of the midst of Jordan, out of the place where the priest's feet stood firm, 12 stones, and ye shall carry them over with you, and leave them in the lodging place where ye shall lodge this night. Then Joshua called the 12 men whom he had prepared, of every children of Israel, out of every tribe a man. And Joshua said unto them, pass over before the ark of the Lord your God into the midst of the Jordan, and take you up every man of you a stone upon his shoulder, according unto the number of the tribes of the children of Israel, that this may be a sign among you, that when your children ask their fathers in time to come, saying, what mean ye by these stones? Then he shall answer them, that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it passed over Jordan, the waters of Jordan were cut off. And these stones shall be a memorial unto the children of Israel forever. And the children of Israel did so, as Joshua commanded, and took up 12 stones of the midst of, out of the ark, out of the midst of Jordan, as the Lord spake unto Joshua, according to the number of the tribes of the children of Israel, and carried them over with them unto the place where they lodged, and laid them down there. And Joshua set up 12 stones in the midst of the Jordan, in the place where the feet of the priests which bear the ark of the covenant stood, and they are there unto this day. And the priests which bear the ark stood in the midst of the Jordan. Everything was finished, that the Lord commanded Joshua to speak unto the people, according to all that Moses commanded Joshua. And the people hasted and passed over. And it came to pass, when the people were clean passed over, that the ark of the Lord passed over, and the priest in the presence of the people. And the children of Reuben, the children of Gad, half the tribe of Manasseh, passed over arm before the children of Israel, as Moses spake unto them. And 40,000 prepared for war passed over before the Lord unto battle to the plains of Jericho. On that day the Lord magnified Joshua in the sight of all Israel, and they feared him as they feared Moses all the days of his life. And the Lord spake unto Joshua, saying, command the priests that bear the ark of the testimony, that they come out of the Jordan. And Joshua therefore commanded the priests, saying, come ye out of the Jordan. And it came to pass, when the priests that bear the ark of the covenant of the Lord were come up out of the midst of the Jordan, and the soles of the priests' feet were lifted up onto the dry ground, that the waters of the Jordan returned unto their place, and flowed over all its banks as they did before. And the Lord and the people came up out of the Jordan on the 10th day of the first month, and encamped in Gilgal, in the east border of Jericho. And and those 12 stones which they took out of Jordan, Joshua did Joshua pitch in Gilgal. And he spake unto the children of Israel, saying, when your children shall ask their fathers in time to come, saying, what mean these stones? Then ye shall let your children know, saying, Israel came over Jordan on dry ground. For the Lord dried up the waters of Jordan from before you, until you were passed over, as the Lord your God did to the Red Sea, which he dried up from before us, until we were gone over, that all the people of the earth might know that the hand of the Lord
that is mighty, that ye might fear the Lord your God forever.